皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは当チャンネル4つの主要テーマのうちの1つ、指数入れ替えイベントについてご紹介したいと思います。日本株を代表する株式指数のうち、国内で代表的なもの、トピックスや日経平均、そして世界的に使用されている AI、これを合わせると、ほぼ毎月指数入れ替えのイベントが発生するということで、毎月一度更新しているテーマですけれども、今回ご紹介するのは2月末の銘柄入れ替えについて、こちらの株式指数については2月と5月、8月、11月の3ヶ月に1回四半期おきにリバランスが行われます。そして指数によって入れ替えの対象となるタイミング、何日の何時というところ、これがそれぞれ違いますけれども、MSCI に関しては最終営業日の比計ということになります。ですので、一番指数入れ替えの影響が出る、出来高が大きく出てくるというタイミングが月末最終営業日ということになりますね。そしてその対象となる銘柄、どれぐらいのインパクトになるか、それは世界中で MSCI の株式指数をインデックスとして用いている運用機関であったり、年金運用といったところ、そして投資信託など、また今回は MSCI ですので日本に限らず世界の運用機関が関わってくる入れ替え対象となります。今回の指数入れ替えでは最終営業日が対象となりますけれども、例えばそれぞれのファンドにおいてリスクを取る許容度、どれぐらいチャレンジングに運用していいかというのがそれぞれ変わってくるので、例えば ETF だと最終営業日にほぼほぼ全ての株式を入れ替えていかなければいけない。それは上場しているので、指数と全く同じ動きをするべきだということですね。一方で年金運用なんかだと、その年金を管理している基金というのが単体であれば、もちろんそこの意向が示される。つまり、最終営業日にみんなが取引をするんであれば、ある程度前倒ししてもいいよと、買いが集中しているところに買いに行くと高い値段になりますし、売りが集中しているタイミングで売ると安く売らされる。そんなのをインデックスコストと言いますが、それを避けてもいいよというような運用期間もあります。そうするとですね、あらゆる運用機関が株券を調達するにあたって、少額のファンドであれば場にそのまま流してもいいかもしれませんが、基本的には大きなロットで注文が入るために証券会社がリバランスの株券というのは仲介をする、斡旋してくるわけですね。そうすると先ほど申し上げたような前倒ししてもいいよというようなファンドもあれば、きっかりそのタイミングでやってくださいというような運用もあるということなので、証券会社がその辺のさじ加減を見ながら株式の調達タイミングというのを推し量っているわけですね。そうすると大体そのリバランスのタイミング前には大体8割、そしてその事後には2割を埋めていくというようなイメージで実務上は行われています。ですので買いの銘柄であってもリバランス以降に株価が上がってくることもあれば、逆に8割集めていたイメージだったけれども思ったよりも需要が全然ないなという風になると、余った分売り下げられてしまうといったようなこともあり得ます。とはいえ絶対的に入れ替えのタイミングで個別銘柄の需給は発生しますので、その出来高をもとにですね、どれぐらいの株価インパクトが生じるかというのを当チャンネルでは独自に計算しています。下の棒グラフの出来高の大きさに合わせて、上の株価ローソク足のチャートがその日その日でどれぐらい高値から安値まで値幅を取ったか、これを一定期間で計測するというわけですね。例えば青の枠で囲っている部分、出来高が一番大きく出ていますけれども、値幅の動きとしてはこの日はそんなになかったということで、いっぱい取引が発生しても株価にはあまりインパクトのなかった日。一方でこちらもう一つの青の枠、出来高はそこそこですけれども、株価の値動きに関しては高値から安値まで大きく動いているということなので、この日においては少量の株式取引、需給が発生するだけで株価変動のインパクトがそれなりに出ていたという日になります。これをですね、各銘柄同じ期間で平均して、今回の MSCI の株数需給が株価に対してどれぐらいの変動率をもたらすかというのを当チャンネルでは計測しています。それでは今回は MSCI のリバランスについて25年2月分の入れ替え、一口に MSCI と先ほどから申し上げていますけれども、指数を提供する会社、指数ベンダーと言いますが、MSCI に関してはあらゆる指数を提供しています。ワールド、アクビー、国際といったような世界中の国々の株式をひとまとめにして計測する指数、あるいはアメリカ、カナダ、日本といったようにそれぞれの国だけの株式で構成する指数もあります。
つまり今回入れ替え対象で日本株の需給を計測するときには、ジャパンというスタンダードな指数に加えて、ワールドやアクイーといったような全世界パッケージの指数の中に含まれる日本株、これも込み込みで考えていかなければいけないと。大体そうすると25兆円から30兆円、世界中では MSCI 指数関連で運用されているということなので、これをもとにですね、日本にどれぐらい割り振られるか、金額を計測するわけです。そうすると、MSCI ジャパンのスタンダード指数には191銘柄、従来は含まれていましたけれども、それがですね、今回の入れ替えによって183銘柄まで減ってしまうと。もともと1年前、2年前は250銘柄程度までありましたので、どんどんと減ってきているというのも円安の影響で、例えばワールドであったりアクイといったような指数において、世界中のパッケージになっていますので、日本の時価総額は他の国の株価の時価総額と比べたときに、為替の部分でどうしても負けてしまうということで、通貨安の国の株式というのは、時価総額ルール上で除外されやすい対象になってきます。この傾向がずっと続いていて、今回も再び8銘柄の減少ということですね。その内訳が採用1銘柄と除外の9銘柄ということになります。そして日本株の取引だけでだいたい往復で6500億円の売買が発生しそうだということで、これをもとにですね、それぞれの銘柄でどれぐらいのインパクトが出るかというのをこの後計測していきます。それではまずは資金流入が想定される銘柄、その中でも最も株価に対してインパクトが大きそうなものをご覧いただきたいと思います。左から順番にそれぞれの銘柄の詳細と株価、そして中央にある売買株数とその代金というのが今回のリバランスにおいて発生しそうな需給の数量ですね。例えば一番上ピンクのハイライト、東京地下鉄。こちらに関しては半年ほど前に新規上場しましたけれども、今回の指数にも新規で採用されるということで、だいたい1300万株弱の需要が発生すると。そして代金に換算すると225億円程度ですね。この株数買い入れられるということは、平均の1日あたりの出来高で割り算すると、これが400万株弱となりますので、今回の入れ替えによる株数需要というのは、出来高換算するとだいたい4日分程度となると。この数字が大きければ大きいほど、銘柄に対するインパクトも大きいよというふうに見る向きが一般的ではありますが、そこからですね、先ほどご紹介した出来高に対する株価の変動比率、これを計測すると、だいたい東京地下鉄の場合は180万株で株価 1% 動きますよという日々が続いていますので、それをもとにですね、1270万株買いが入ったとすると、だいたい 7% 動きますねと、そんなような見方をするリストになっています。そして一番右の列のインパクトの比率で大きいものから順番にご覧いただいているのがこちらのリストですね。そうすると、株価に対するインパクトが一番大きいのは東京地下鉄新規採用で 7% ですが、金額で言うと3番目の任天堂が360億、そして一番下の三菱 UFJ フィナンシャルグループが390億と、さらに大きな資金流入が入ってくる銘柄もいくつか散見されます。あとは富士通、日本製鉄、こういったところも株価に対しては比較的インパクトが出てきそうということですね。あとは東京地下鉄で採用されるんであれば、それよりも大きな上場規模が予定されている金属ですね。こちらに関してはエネオスからスピンアウトする銘柄ですが、この新規上場がだいたい4600億円規模と、そして時価総額では8000億円程度になると予想されていますので、こういった指数イベントにおそらく順調にいけば年内には採用されるような規模感ではありますので、指数イベントでの需要を先回りして持っておくというのも面白い選択かもしれません。それでは今度は売りの銘柄ですね。ご覧いただきますと、こちら9銘柄除外となりまして、青のハイライトになっているもの、ブラザー工業やジャパンリアルエステート、こちらはリートの銘柄ですね。そして静岡フィナンシャルグループ、TOTO、そして日本マクドナルドホールディングスはトピックスには採用されていない銘柄ですが、には採用されるような大きな銘柄ということで、そこから除外されるとなると、それなりに他の銘柄よりも別の指数での受け皿がないので、それなりにインパクトが出やすいかもしれません。そして三井化学と続いて、その下国際エレクトリックですね。こちら除外となっていますけれども、後ほど過去の新規採用の銘柄ご覧いただきますが、実は半年前、
8月の入れ替えの際に採用されたばかりの銘柄でしたが、早々に除外の対象となってしまいました。あとは日立建機と東京電力ホールディングスということで、ここまで9銘柄の除外、株価のインパクトで言いますと 6% から 18% とかなり大きめの下押し圧力が入ってきそうだということなので、こちらのリストに入っている銘柄は対象の日までその瞬間だけではなく継続的に注意が必要になってきます。また売買代金で最も大きな売りが出てくるのは青のハイライト以外で一番上に来ているトヨタ自動車ですね。850億円の売りということでマイナス 2% 程度とそれなりにこの規模感の銘柄にしては大きな数字で計測が出ています。あとはですね、逆にこの対象の日までずっと売り下げられたとしても、それ以降指数入れ替えによる売りは出尽くしたと考えられるタイミングが来れば、特にブラザー工業なんか大きく下げたタイミングだと、指数以降ですね、前々から保有したいなと思っていた場合は、入りやすい水準にまで下がってくれる可能性も考えられるというわけですね。それでは新規採用、今回は東京メトロ1銘柄ですけれども、直近採用された銘柄、例えば3ヶ月前の24年11月には、富士倉が採用されました。少し薄いですけれども、点線入っているところが11月29日入れ替えのタイミングとなった日です。そして MI は入れ替えの対象となる月の10日前後に具体的な月末の指数入れ替えデータを発表します。つまり、富士倉が発表されたのはこのあたりですね。出来高のところをご覧いただきますと、急に2倍程度に膨れ上がっている。そこから通常時よりは入れ替えのタイミングまで大きな出来高が続いているといったような状況ですね。ただこの銘柄に関しては入れ替えのタイミングとなった点線のところまではそこまで大きな上げを見せていない。レンジ内での推移となったその後にですね、再び大きく上昇を見せていると。富士倉に関しては1年間ほぼほぼ通してみると右肩上がりで上がってきている銘柄でしたので、逆にこの横ばい推移というのが証券会社の斡旋に関してあまり買い集められていなかったのか、あるいは無理に株価上がらないように上値重い展開に持っていっていたのかわかりませんが、出来高のところを見ると明確に指数入れ替えがあって対象になって以降は格段に出来高の量が増えていると。こういった銘柄はですね、指数への新規採用以降もその指数を連動対象とするファンドで資金流入があるたびに採用される前よりも大きな取引が期待されるわけですね。ですのでこういったチャート、そして出来高の推移をたどっている銘柄というのは非常に入れ替え対象となったということが保有の契機になるきっかけにもなりやすいような事例となっています。一方で先ほど除外の対象で出てきた国際エレクトリック、こちらは24年の8月入れ替えで採用されましたけれども、この銘柄はですね、皆さんもご存知の通り、それなりに大きな規模での新規上場の後に、試合でも比較的すぐに採用されたような銘柄ですね。こちらの銘柄も8月月末の入れ替え、点線縦に入っているところで最も大きな出来高がついていますが、それよりも前8月の上旬終わる頃に発表があったので、出来高伴いながらも大きく戻している。ただこの8月のところというのは、そもそも相場全体が大きく 20% 近く日経平均崩れたようなタイミングでしたので、そこからの戻りといったところで、出来高に関しては月末にかけてだいぶ盛り下がってきているといったところで、株価の上昇もこの大幅な下落に関しての戻りを除くと、そんなに大きな個別要因での資金流入というのはあまり計測されなかったように感じられます。この発表直後の瞬間的な戻り以外は、月末にかけてダラダラと下げつつ、さらにその月末をまたいだ以降はどんどんと下がっていると。そして富士倉のように出来高が若干は増えていますけれども、大きく増えているわけではないということで、特に半導体関連の銘柄でもありますし、こういった場合の銘柄はあまり触らない方がいいといったような事例になってきます。そして案の定、採用からわずか半年で今度は除外の対象になってしまうということなので、あまりちゃんと安定した業績が足元で出せているような銘柄でない場合は、保有のきっかけにしない方がよろしいかと思います。ですので、本当に指数入れ替えの瞬間、デイトレであったり、スイングトレード、機関投資家の買い需要だけに鞘取りを狙っていく、焦点を当てていくのがよろしいかと思います。そして今回の東京メトロですけれども、こちらに関しても上場して間もないという意味では、タイミングとしては国際エレクトリックに近いような状況ですけれども、こちら縦に点線入っているところは発表翌日ですね。そこから
月末にかけての動きを見ていきたいわけですが、このタイミングでですね、すでにだいぶ上がってきているというふうに見受けられますね。それに対して出来高はそんなに盛り上がってないと。ちょっと前の日よりも多かったな程度で、これはですね、おそらく東京メトロが採用されることはかなり前から予想されていた。どのあたりから予想されていたかというと、この年末年始上がり始めたところからではないかというふうに考えられますね。そしてよく株は事実で売れみたいなことを言いますけれども、採用が発表された、確定したというところで、ある程度山をつけてちょっと折り返してきている。これが売りになっているんではないかというところですけれども、先ほど申し上げた通り、事前に入れるような人たちというのは、本当に運用している指数連動で需要を持ってくるような人たちというよりかは、鞘取りを狙ってくるような人、あるいはかなり運用許容度が高いようなファンドの人ですね。ここから株価再び上がってくるためには、出来高がいつもよりも上がってくる。つまり冒頭で申し上げたような ETF であったり年金運用といった本当の実需のファンドが入ってくるのが月末にかけてですので、そのあたり盛り上がり方、あるいは買いの入り方ですね。スポットでポンポンとそれなりのロットで入ってきているなというような動きが見られる場合は、鞘取り入っていても面白いかもしれないなといったような状況ですね。ただリバランス後、3月以降に関しては、少し現状の盛り上がり方見ても、あまり藤倉のようにどんどんと上がってくれるような銘柄ではないかと。具体的には東京メトロですので、業績の伸びが毎年毎年大きく変動するような銘柄でもない。どちらかというと安定した銘柄。そういう意味では、下方向にもそんなにドカンとやられることはないかもしれません。3月以降に長期保有したいなという場合は、この一旦の実需によって上がりそうなタイミングというのをやり過ごしてから入ると。そういった長期保有の目的でも良いかもしれません。それまでは指数イベント、鞘取りによるスイング的な取り方というのが、出来高の推移見ていってですけれども、盛り上がり方を注意していって入っていくのがいいような銘柄かと思われます。そして年末年始あたりでリバランスがマーケットで予想されていたんではないかという話ですけれども、それがこちらですね。青の線グラフが今回買いの銘柄になっているバスケット。そしてオレンジの線グラフが今回売りの対象となっている銘柄のバスケット。それぞれの株価推移というのを平均してみますと、買いの青の方がオレンジを年始あたりから常時上回っている。この青とオレンジを差し引きした差の部分が黄緑の線グラフですけれども、それがですね、ずっと常時上がってきている。その境となっているのが年始のところということなので、だいぶ早い動きではありますけれども、それなりに指数イベントの銘柄変更というのは動きがすでに出てきているといったところ、前倒しの勢力が大きければ大きいほど、証券会社の調達というのは過剰になりがち、傾向としてはありますので、リバランスを境に後ろ粘っていくかどうかというのは、いつも以上に慎重になられた方がよろしいかと思います。ということで今回は当チャンネル4つの主力テーマのうちの1つ、機関投資家による指数イベントの需給について MSCI の指数入れ替えをご紹介いたしました。当チャンネルではそれぞれご覧のようなテーマで週1回ずつ動画を更新して月1回それぞれのテーマが回ってくるようなイメージで更新しておりますので、少しでも面白いなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録していただいて、引き続きお楽しみいただければ幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。